2026年上半期に買ったもので、単品で動画にするほどじゃないものをまとめました。今回は際物が多めです。とりあえず、まともなものから、シリックワンのシリコンバーテープです。宗教上の理由からバーテープは基本白を使うんだけど、やっぱり汚れやすいのが悩みの種です。シリコンバーテープは何年使っても新品の輝きと聞いて、去年末くらいに買って試してみました。2026年じゃないじゃん。ある程度使わないと評価できないので、半年も前だから巻いた時の動画は全部なくしました。おい、これは今現在の写真ですね。中までぎっしりシリコンゴムなので、ずっしり重くて、重量のメモもなくしましたが、片側 80g くらいあったはずです。普通のバーテープの倍近いですね。当時の感想のメモは残っていて、それによると、巻きやすさでは良好。裏に粘着テープないけど、途中でずれちゃうってことはなかった。巻いた第一印象としては、白すぎて浮いてる。写真もめっちゃ白飛びする。なお写真は行方不明。シルエットはモコモコしててあんま好きじゃない。でも3分くらいでなんとなく慣れた。握ると断熱性が高いのか、冬なのにほんのりあったかく感じる。グリップ性は良さそうだけど、絶対手袋使うマンだからあんまり恩恵はないかも。だそうです。なお、新品状態で、表面に汚れ、というか多分他製品の色残りみたいなのが付着してるんだけど、これは使っているうちに勝手に落ちました。半年使った印象はかなり良いですね。絶対手袋マンでもグリップの良さはちゃんと感じて、下半使う時にぐっと力が入れやすいです。なおかつ、それだけしっかり力を入れてもテープの位置ずれは発生しませんでした。握り心地はもちもち系で好きです。今時 25C タイヤでフレームもかなりスパルタンな自転車ですが、使用期間中に手がしびれて困ったとか全くありませんでした。さて、耐久性や本来の導入目的の白さが維持できるかについてはどうでしょうか。あえて2ヶ月くらい掃除しないで汚してきました。これを薄めた中性洗剤で拭き取ってみます。確かに白さに関しては新品同様に戻りますね。ただ、耐久性に関しては見ての通り、最近表面のささくれが発生してきちゃいました。シリコンゴムは耐候性は高いけど、一般的に引き裂きや強い摩擦には弱いです。この様子だと、白さは保てても都市単位の使用は厳しいかもしれません。ただこれは使用者による部分が大きいかと思います。もしかしたら素手の人の方が長持ちするかもしれませんね。というわけで、耐久性に若干の不安がありますが、全体としての印象は良いよりです。とはいえ、やはりかなり重いので、こういう軽量バイクにつけるのはちょっともったいなく感じますね。多分このバイクの次のバーテープはもっと軽量なものにすると思うけど、街乗りバイクの次のバーテープには、同様のシリコン系バーテープを使ってみようかなと考えています。次、テールライト機能内蔵のシートポストです。際物の予感。ライトスキンというところのものです。X で見かけて、どうしても欲しくなって買っちゃいました。お値段は Amazon で7700円でした。これ全然新商品じゃなくて、なんなら同様の製品は10年以上前から売ってたらしい。今時乾電池式かい。単3が2本だけど、うちに単3の機器なんて1個もないからわざわざ買ってきました。充電の手間とランタイムを考慮してのあえての乾電池式と思いきや、本国のサイトを見ると普通に USB 充電式が売ってた。一番上の LED がスイッチを兼ねていて、長押しでオン、オフ。短く押すと3種の点灯モードが切り替わります。機能はそれだけ、明るさセンサとか振動センサとか、なんもなしの潔さ。シートレールから LED の下端までは約 130mm。ある程度シートポストの出量がないと使えませんね。
直径は 27.2mm。日本じゃ多分これだけだけど、本国のラインナップならもっといろいろなサイズがありました。質感は心配してたんだけど、思ったよりはいいかな。4000円くらいのシートポストには見えます。重量は 388g。FSA の安いシートポストにテールライトを含めても 334g だから、ちょっと重いですね。街の利用のロードバイクに取り付けます。リアがすっきりしていい感じ。オーライトの定番テールライトと視認性を比べてきました。後方からだとやや劣るが気にならないレベル。側面からだとかなり劣りますね。とはいえ、実用上問題はないでしょう。電池は点灯モードで1日平均20分くらいと、3回くらいの消し忘れを含めて3ヶ月くらい持ちました。1回消し忘れると10時間くらいつけっぱなしだから、合計60時間くらいかな。半分くらい消し忘れ時間じゃねえか。自動消灯欲しいです。バッテリー残量低下時は、じんわり光量が落ちていくタイプでした。まあ総合的に視認性も使いやすさも普通のテールライトの方が優れているから、シルエットをすっきりさせたい人向けのニッチ商品ですね。人に勧める気はないけど、まあまあ気に入っているから使用継続します。こっからアリエクコーナーです。まずはこの紐。フィニッシュラインの紐を知っていますか？スプロケの隙間とかを掃除するためのアイテムです。これはアリエクで買えるそのジェネリック版かと思ったら全然太さが違いました。太さだけじゃなくて作りも全然違いますね。3本で300円くらいでした。高くね？ 3パックって書いてあったから3本。3袋で9本かと思ったら普通に3本でした。今150円じゃん。ちなみにフィニッシュラインの紐が20本で2000円くらいです。値段が同じくらいなら機能面で買っていてほしいですね。で、使ってみました。引っ張ると細くなるからこう見えてちゃんと隙間に入るなんてことはなく、普通にダメでした。あらら。触れた部分の汚れはよく取れているし、変な毛羽立ちとかもないので品質は問題ないと思います。用途が向いてないだけです。レビュー見たら8足までって書き込みもありました。ちなみにフィニッシュラインの紐なら12足の隙間にもちゃんと入ります。フィニッシュラインの紐自体、いかにもコスパ悪そうだから使っている人少ないと思うけど、個人的にはかなり評価してます。洗剤なしで実用上問題ないレベルまで綺麗にできますし、周囲を汚さないし、パーツへの攻撃性もほぼありません。コスパに関しても、洗剤をつけて軽くもみ洗いすれば数回使えるので、なんやかんや1箱に10本で1年くらい持ちます。スプロケット以外にも、こういう入り組んだパーツをきれいにするのにも向いてますね。何の紹介だっけ？アリエクの紐は用途に合わないし安くもないからリピなしかな。今回は失敗だったけど、次はこっちの紐も試してみようと思っています。懲りないわね。次、怪しげな工具です。しっかりした厚みのステンレスの板がレーザーカットで切り抜かれています。新機軸のスプロケットリムーバーですが、使うのを見てもらう方が早いでしょう。てな感じで、一般的なチェーン式のリムーバーと比較して非常に直感的に使えるわけです。まあ良さそうかしら。でも継続利用はなしかなって思っています。正直買う前に分かってたんだけど、どうしてもスプロケのエッジ部に点接触する構造だから、スプロケ側を傷めそうで嫌です。じゃあなんで買ったのよ。アーシがアリエクに求めてるのはパチモンと可憐化版じゃなくて、
こういうよくわからんアイデア商品なんよ。自転車カテゴリーだと意外とそういう製品が少なくて、見かけると嬉しくなって買っちゃいます。まあこれも足が知らないだけでどっかのパチモンかもしれません。無駄遣いはほどほどに。というわけで、紙機を買い物まとめでした。全体的に小粒なものが多いし、それほどおすすめのものはなかったかな。ベストバイは単体で動画にしたクリックバルブです。あと、フィニッシュラインの紐は普通におすすめです。皆さんもおすすめの商品とかあったら教えてくださいね。それじゃ、バイバイ。バイバイ。